2026年最新のラスベガス。今この街で何が起きているのか。初めて訪れた街での4泊5日、世界最大の映像祭への潜入や一人の時間を贅沢に楽しむ大人旅の攻略法。1食$39の朝食から元旅行会社勤務の知識がつながったバスツアーまで、リアルな滞在記をお届けします。誰かに合わせるだけじゃない、自分の感性をアップデートする大人のラスベガス、スタートです。Today has ended, the night's still young, I'd say. Lover, don't go away. Let it be the thing that I am longing for. Let's fly out from Manhattan to the California shore.Just to watch the ships at night on the San Francisco Bay. Oh, lover. 今からユナイテッドで IAD ワシントン DC からラスベガスに行ってきます。 Say you have to go. Don't say you need to run. I'll stop the clock on Central Station and we can have a drink downtown.Let it be the night that I am longing for. Let's fly down south to Austin or to Ecuador. Just to drink pina colada on a hot wet summer. 無事ラスベガスの空港に到着しました。目の前カジノだ。すごい。やばー。すごい、いろんなところの入り口のところに Welcome to ラスベガスって書いてあります。はい、ということで無事ラスベガスの空港に到着しました。改めまして皆さんこんにちは、ともかです。今回初めてのラスベガスなのでめちゃくちゃ楽しみです。ということで今から荷物を受け取りに行ってきます。無事スーツケース受け取ったので今からウーバーでホテルまで行きます。ウーバーは2階みたいです。下にシャトルとタクシー乗り場がありますね。ラスベガスの今の気温は12時で21度です。基本的には砂漠に囲まれているのでずっと晴れなんですけど、寒暖差がめちゃくちゃ激しいらしいです。ウーバーのピックアップは1階ですね。渡るのは2階だけどピックアップは1階なんですね。1階というか W か。空港からホテルまでのウーバーの料金は$47でした。乗ってる時間は多分めちゃくちゃ短いと思うんですけど、ガソリン代も上がってるということですごい高いです。初めて来る街はやっぱりいつも新鮮です。今日から泊まるホテルコンラッド見えました。すごい大きい。ヒルトンとなんとかワールドっていうところと3つのホテルが1つのビルになってるんですよね。到着しました。ホテル到着しました。すごい綺麗。すごいいい匂いがします。チェックインは16時だったんですけど、12時でもチェックインすることができました。ということでお部屋は37階ですね。283。いい匂いがする。到着。283。オープン。あ、広っ。めちゃめちゃ広い。ここがバスルームです。右側がシャワールーム。広めですね。しかも下に段差があるので、水がね、外に漏れないのがいいですね。シャンプーとかもいい感じ。ハンドウォッシュとボディーローションもついてます。ここがトイレです。セパレートなのがいいですね。アメニティはこれらがついてました。冷蔵庫もびっしり入ってますが、これらも全部有料ですね。
右側は何も入ってなかったので、こっちは自由にね入れて使えるっぽいです。この冷蔵庫の上にちょっとしたドリンクとスナックのバーがあるんですけど、ここのトレーに、モーションセンサーが設置されていて、30秒間もしこのねスナックとかを動かしたりすると自動的にルームチャージが発生します。25ドルって書いてあるんですけど、30秒間ちょっとでも動かしたりするとチャージが発生されてしまうので、気をつけてください。テレビがめちゃくちゃ大きいです。大きさ伝わらないですよねこれ。お部屋入ってすぐ左手にこんな感じでクローゼットがあります。ベッドの枕は2つあったので、柔らかいのと硬いのかと思ったんですけど、どちらもふわふわで柔らかい方でした。これがお部屋からのビューになります。すごい景色が、プールが見える違うホテルので、今ラスベガスでね開催されてるナブの会場が目の前ですね。東京でいう東京ビッグサイトみたいな感じです。この街の景色の中に遠くに山がね溶け込んでるのが本当に不思議です。ホテルの中のフードコートに来ました。こんな感じでカジノが右側にあって左がすぐレストランになってます。ここのフードコートでは、タッチパネルがあるので、ここで一括でどこのレストランから予約するかっていうのがこうやって写真付きで見れるので、めちゃくちゃ分かりやすいです。注文したらレシートを受け取って注文したカウンターに行って名前を伝えて、ご飯をピックアップするっていう感じです。すごい広いスポーツバーです。何これ。こっち側に行くとスタバと映画館があります。カジノの目の前にいつでも利用できそうなカジュアルダイニングがありました。 T シャツまだある。わ、すごい。ケーキ大きい。うわ、美味しそう。ショッピングモールとホテルがつながってるというか、ホテルの中にショッピングモールがあるのかな。すごい。わー、スモールバージョンかわいい。おー、アイス屋さんだ。ケーキもある。はい。ここのケーキは全部クレープだ。美味しそう。スポーツバー、イタリアン。かわいいバーですね。ホテルの中にクラブが入ってます。ホテルの目の前にウォールグリーンとファーマシーがあったので来てみました。24時間なのすごいですね。T シャツ 349.99 やばー。いろんなところで10ドル T シャツ3枚ってやばいですね。でも3枚で10ドルってめっちゃいい価格ですね。円安にはありがたいお土産。うわ、2ドルだ。すごいすごいラスベガス感が。私がコレクションしてるピンズ発見しました。たくさんあります。3個で10ドル。どれ買って帰ろうか迷いますね。かわいい。全部ラスベガスといったらカジノだからこういうのもいいですよね。それかもう王道にこのラスベガスのサイン行くかですね。今からイベントに行ってきます。今ホテルの中に入ってるジュニアーズっていうレストランに来たんですけど、朝8時でもうこんなに列並んでました。多分朝ごはんっていう感じで食べるところがここ以外ないからなのかな。あとはちょうどラスベガスで開催されてるイベントと被ってるので、もうほぼその人たちで埋め尽くされてる感じですね。こういうイベントごとと被ると結構レストラン入るの大変です。
私たちの前に6、7組ぐらい待ってたんですけど、意外とスムーズに進んで待ち時間は10分ぐらいでした。なんでタイミングにもよるかもしれないです。私たちの後ろにも今またかなり並んでます。ここはニューヨークにあるレストランらしいので多分人気なんですね。私はエッグベネディクトの、サーモンを頼みました。ポテトはホームメイドですね。ということでいただきます。皆さんおはようございます。ともかです。今、朝ごはんを食べて、お部屋に戻ってきたので、これからちょっとホテルを散策したり、2日目の行動を開始しようと思います。ホテルのプールにやってきました。すごい静かですね。あんまり人がいないです。ここはルームキーがないと入ってこれないプールエリアになってるので、セキュリティも安心ですね。ショップもあります。プールは2カ所かな。こことあと右側にあります。すごい、右側に泊まってるホテルが。ここはコンナットとヒルタンとリゾートワールドっていう3つのホテルが一緒になってるので、多分この3つのホテルの人たちはここのプールにアクセスできるのかな。今日は日曜日なんですけど、結構みんなプールで泳いでるっていうよりもビーチチェアに座って結構のんびりくつろいでる人が多いように感じます。ここはプライベートで予約してる用のカバナとかジャグジーがあります。いいですね、入りたい。ここがちょうど真ん中のメインかな。ここはインフィニティウルトラプールって書いてあるんですけど、予約した人しか入れないようになってるのかな。右側で手続きしてる人います。2階にやってきました。2階はフィットネスセンターとかカンファレンスルームとかがあって、右側にはフィットネスセンター&スパって書いてあります。スパはこんな感じで屋内プールとかなんかサウナみたいなのがあります。もちろんマッサージするところもあるんですけど、すごいですね。なんかもうちょっと空気感が違います。ここからフィットネスセンターか、ジムですね。ここだ、カードキーで入れるのかな。5時から8時まで。大きな時計がここにあります。すごい、なんかめっちゃ広いフィットネスセンターはこんな感じです。自販機で飲み物も買うことができます。こういうワークアウトクローズも購入したりとかできるんですね。右側にルルレモンの商品が置いてあります。お水とおしぼりも置いてあります。すごい、何これ。このベガスループっていうのが、コンベンションセンターとかとつながってるテスラだけが通れる道路になってて、この下を下っていくとベガスループにたどり着くみたいです。ホテルからコンベンションセンターまでは有料なんですけど、コンベンションセンター間を移動するループは無料らしいです。走ってる車はみんなテスラですね。ホテルの中のショッピングモールの、スタバに来ました。ちょっとコーヒー飲みたくなったのでサクッとコーヒー買います。ラスベガスのスタバは初めて来ました。なんかラスベガスっていう感じのタンブラー、これかな。ラスベガス限定タンブラーですね。すごい派手派手。Can I get iced lavender latte? ここのスタバお客さん全然いないです。Thank you。今スタバでアイスラベンダーラテを購入してきました。これで9ドル。めっちゃ高いですね。ラスベガスだからかな。しかもこれで通るサイズなので、これで9ドルって考えたら高いですね。アメリカのスタバは前はラベンダー系って期間限定とかだったんですけど、ここ最近はもう定番化したのかな。いただきます。ラベンダーだ。北海道のファーム富田のラベンダーソフト食べたことある方いますかね。それ
とラテを混ぜた感じの味です。基本的にラスベガスって夜がすごい賑やかな街で、本当に街もキラキラしてて、それもあるんですけど、今日は全体的にね、雨は降ってないんですけど、すごい曇ってて、写真映えもしないので、なんかあんまり活動する気になれなくて、今1時なんですけど、彼は仕事中なので、私一人でカフェとか違うね、デパートとか行こうかなと思ってるんですけど、もう夜ですね、いろいろ行けたらいいかなって思ってます。ラスベガスの観光ってすごい難しいなって個人的に思いました。レンタカーとか借りたり、オプショナルツアー参加して、グランドサークルとかね、行かない限りは、結構市内だけでやることって限られてるなって思います。なので、多分旅行会社で働いてた時も、ラスベガス行きたいっていう方とかは、最低でも5日間とか6日間で行く人で、1日オプショナルツアーでグランドサークル回るっていう人が結構多かったかなって感じです。ラスベガスって道歩いてるだけで横から本当に音楽がずっと聞こえてきます。ギャンブルの街っていうイメージだけど音楽の街っていうイメージもつきました。ここのホテルのショップの中にアースカフェが入ってるんですよね。一時期日本でめっちゃ流行ったアースカフェで2025年に撤退しちゃったんですけど、ここの中に入ってます。なんかすごい高級ブランドいっぱいだ。エルメスとかオメガとかハイブランドめっちゃたくさん入ってます。ミキモトとかカナダグースも入ってる。なかなか入りづらいデパートですね。もうこれホテルの中なのかな。なんかこっち行くとホテルっぽいですね。カジノがあるし、なんかすごい高級なレストランでアウェイ感がやばいです。これは行きたかった。また別のカフェだ。カフェティートロ、なんかフランスっぽい可愛いカフェがあるなって調べてた時に思ったんですよね。ここだ。なんかジェラートとか売ってるんですよね。ブレックファースト、ランチ、だいたい20ドル前後でどこのホテルと変わらないですね、あんまり。これジェラートだ。シングルスクープで 7.25 ドル。いろんな種類があるけど、シーソルトキャラメル美味しそうだけど、マンゴーソルベンも美味しそう。なんかせっかく来たんで買おうか迷うんですけど、なんか今日もう食べてしかいない気がするからどうしよう。ちょっと24時間ということでまたタイミング見てこようと思います。すごいなんかホテルの一角なのかな、温室みたいなところがありました。お手洗いかな。すごい綺麗、かわいい。しかも鯉がいます。今高級ホテルの中の高級ブティックが並ぶショッピングプラザの中から出てきたんですけど、アウェイすぎてもうなんか早く出たくて出てきたんですけど、緊張感というか世界が違いました。本当にどういう人たちがああいうカジノでプレイしてるんだろうって思います。すごすぎ。敷地内もうすごい広くて、なんかここがエントランスなんですけど、こうやって入っていくとホテルに到着するんですよね。すごいですよね。なんか思うんですけど、ラスベガスは一人で来るところじゃないなって思います。一人旅向きではない。絶対全然ワシントン DC の方が過ごしやすいし、本当雰囲気が違いすぎるんですけど、ワシントンは本当一人旅しやすいので私は大好きです。ラスベガスは本当にロードトリップするために立ち寄ったりとかカジノしたりとかお買い物したりとか、本当にこのきらびやかな24時間眠らない街って言われてるので、夜遊び大好きみたいな人とか、アメリカに住む人は結婚前に楽しむバチェラーパーティーとか誕生日パーティーとか、そういうので結構はっちゃける街らしいので、そういうの好きな人にはおすすめな都市だと思います。で、今目の前にこの橋があるんですけど、ここのね橋から撮るソフィアがすごい綺麗に見えるらしくて、今後ろ振り返ると球体ですね、 LED の球体が見えるんですけど、ここの上に上がるとねよく見えるらしいです。エレベーターあった。なるほど。透明なガラスがついてるから、この隙間から撮るといい感じですね。すごい。別の、ショッピングプラザですね。下はカジノっぽいんですけど、上なのかな、グランドカナルショッパーズって書いてある。
ここは割と結構カジュアルに楽しめそうなショッピングプラザですね。なんか広そうだな。どこ行ったらいいんだろう。グミとかの量り売りができるお店ですね。ここももちろんハイブランドのお店も多いんですけど、さっきのホテルみたいな佇まいではないので、どっちかというとショッピングモールのハイブランドって感じで入りやすいプラザになってます。なんか水の音がすると思ったら、目の前にオズの魔法使いのなんかモニュメントみたいなのがあります。わあ、すごい。そして人もいっぱいいますね。なんかちょっと昔のお台場のヴィーナスフォートみたいな感じです。すごい、ベネチアみたいだ。これよく見るとこですね。ラスベガスの絵で、この左にゴンドラが流れてて、こっち側はなんかちょっと広場見たくなってます。すごい、なんか本当にヴィーナスフォートみたい天気関係なく楽しめるのはいいですね。すごい。こっち側はレストランになってます。イタリアンレストランっぽいですけど、ここがザ・ベネシアンのホテルの中ですね。すごい、またやっぱりホテルによって全然雰囲気が違います。すごい、ホテルの中にこんな天井が見つけました。ホテルに帰ろうと思ってウーバー呼ぼうと思ったんですけど、そもそも適当に呼べなくって、なんか一方通行というか走る方向が決まってるので、呼ぶ場所にすごい困って、もうとりあえずホテルのエントランスというかロビーのところに行こうと思うんですけど、ベネシアンが広すぎてマジで迷子です。やっとタクシー呼べるところ見つけました。すごい、これホテルの中なんですけど、もうなんかどこって感じですね。めちゃくちゃ豪華、ディズニーみたい。結局分からなくて、ホテルのクロークの人に聞いたらこっちだよって、ライドシェアピックアップ、ここを突き当たって左ですね、教えてくれました。やっぱりラスベガスのね、ホテルで働いてる人たちはみんないい人ですね。こんな感じで、車が来てくれるエリアがあります。昼間に来ためちゃめちゃ高いホテルの庭。わあ、昼間に来たベネシアンと全然違う。本当にイタリアみたいだ。ここのプラザはローマをテーマにした建物で、ここのシーザーパレスの隣にあって、同じホテルの中みたいな、ホテルの系列のプラザっぽいです。このエリアはコスパ良さそうなホテルが多いですね。あそこにトレビの泉をモチーフにしてるんですね、きっと。で、こっち側がコロッセオ。なんかイタリアをモチーフにしたホテルが多いですね。さっきのベネシアもベネチアですもんね。すごい、目の前に観覧車があります。あ、ジップだ、ジップライン、すごい。あ、
インアンドアウトだ。このヤシの木のマーク見たことあるなって思いながら歩いてたら、私の大好きなインアンドアウトっていうアメリカの西海岸にあるハンバーガー屋さんです。東海岸にはないんですよ、このインアンドアウトバーガーが。このお酒入りのスムージー、めちゃくちゃいろんなところで売ってます。私が家族にお土産買う時のチョコレートのブランドのお店があります。観覧車のふもとまでやってきました。コメディーショーの場所を見つけて、こんな感じで有名なコメディーショーの人たちがいます。ホノルルクッキーのお店見つけました。ラスベガスで出会うなんて思わなかったです。すごい。ここの観覧車がある通りの一番にぎわってるところにこのフラミンゴホテルがありました。立地はすごい中心ですけど、結構ガヤガヤしてるので若い子向けのホテルですね。なんかコスパ重視の人向けって感じです。すごいロンドンみたい。フィッシュ&チップスのお店だからか。ソルト&ストロー。動いた。ついにベラッチオのところまでやってきました。噴水ショー楽しみ。そして目の前にパリのエッフェルタワーが。で、こっち側にはホースシュホテル。これはパリのホテルか。すごい屋台みたいだ。ピザ、ラーメン、ドーナツ屋さんだ。アヒルがいっぱいいる。スポーツバー、こっちはお土産屋さんとタコス屋さんがありました。なんかこの辺のエリアすごい人が密集してるし、若い人も多い気がするし、ホームレスも多い気がします。すごい。パリのホテル、パリスホテル。わあ、すごい。パリだ、パリ。すごい。麓から見るパリ、本当にエッフェル塔みたい。このランプの感じとかパリっぽい。わ、すごい天井。わあ、looks like a Venetian。すごい。パリの中みたい。うおAnother flamingo。おじさんトーキング。すごい。凱旋門だ。ここからよく見える。パリからこのプラネットハリウッドっていうホテルとプラザですかね。ザ・コスモポリタン。ここも泊まってみたかったホテルなんですよね。やばー。すごーい。ゴージャス。キラキラー。すごい。2階には有名なナイトクラブがあるらしいです。モモフク。エッグプラスだ。京都の動画でお話ししたアメリカのお店が京都に新しくできたって紹介したんですけど、ここにあります。すごい。クラブに入るのにめっちゃ人います。フラミンゴ、こっち側から見るとこんな感じです。ベラッチオの中はこんな感じです。すごい。なんかドームみたいだ。こっちはティファニー、ルイ・ヴィトン、シャネルで、こっからショーが見えます。シーザーパレスってめっちゃ大きいんですね。右と左にホテルの建物あって、目の前にもあって、すごいトレビの泉みたいです。しかも入り口のところにもイタリアの銅像みたいなのがあります。トレビの泉に来ました。本物を見たのはもう10年前ぐらいなので、こんな感じだったかなっていう感じですが、また行きたいな。本当のローマ。
今ウーバー待ってるんですけど、ラスベガスっていろんなところでウーバー呼べないんですね。決められたところじゃないと来てくれなくて、呼ぶときちょっと注意が必要なんですけど、今ここでウーバー待ってたら、今走っていなくなった車なんですけど、送迎いるって聞かれたんですけど、ウーバーじゃないんですね。で、ウーバーいくらって言われて20ドルって言ったら、じゃあ30ドルでホテルまで連れてくよって言われたので、ウーバーじゃないのに待ち伏せしてる車とかもいるので、ウーバー呼ぶときは気をつけてください。Busy? Yes, busy, long. 3日目の朝はデニーズに来ました。初めて来ます、アメリカのデニーズ。メニューはこんな感じで、もうアメリカンなメニューばかりですね。日本のデニーズとは全然違います。朝ごはんは、ハッシュドポテトと、目玉焼き、ベーコンじゃなくてソーセージに変更して、クレープのセットのプレートにしましたということでいただきます。はい、ということでやってきましたラスベガスのコンベンションセンター。ここでは年に一度開催されている放送や映像機器の世界最大級の展示会ナブショーが行われてます。期間的には毎年4月の中旬から下旬に行われるので、この時期に旅行するとなるとちょっとレストランだったりとかが混んでるので避けるべき時期かなとは思うんですけど、本当に、ね、世界各国からテレビ放送関係の人たちが集まっているということで、私も機会をいただいたので一クリエイターとしていろいろちょっと学んでいきたいなと思います。少しでもねこの様子を皆さんにもお届けしたいので少しシェアさせてください。到着しました。私がメインで見学させていただくのはこのセントラルホールになります。カメラだったりそういう映像機器だったり日本の企業もいろいろ揃ってるみたいなので、ちょっと楽しみです。東京ビッグサイトを本当に広くした感じのイメージだと伝わりますかね。目の前にパナソニック、おーすごい。このテレビカメラの数がすごいですね。最近人気のインスタ360、ここも小型カメラで旅行でね使ってる人たくさんいますよね。結構今小さいカメラ使ってインスタとかに上げてる人いると思うんですけど、多分この辺が最近だと有名かな。ナブエクスクルーシブディールでなんと 50% オフで購入できるらしいです。この辺とかですね、多分皆様の馴染みあるカメラたち。続いて皆様おなじみ GoPro ですね。これ使ってる人も多いんじゃないですかね。ここはキヤノンのブースです。毎週日曜日の世界遺産の番組でも使われてるキヤノンですね。真ん中に人がいる理由はこうやって被写体になってもらってテレビだったりとかを放送するときにここのね周りに置いてあるカメラとかがどういう風に被写体を撮ってくれるかっていうのを皆さんがここで試してるんですね。続いて私の友達も使ってる人が多いニコンです。ここが富士フィルムのエリアです。本当に映像放送系の機材がたくさんあって私には関係ないかなって思ったんですけど、私が本当によく使ってるような DJI だったりソニーだったりそういったね機材もあるので本当に親しみやすいです。
ということで DJI のブースにやってきました。つい最近 DJI がね、本当に先週DJI の Osmo Pocket 4を、発表したばかりなので、それでさらにね人気だと思うんですけど、これ私が持ってるアクション6ですね。でも私は5なんで一番新しいやつのモデルですね。この DJI ナノも気になってます。すごいちっちゃいので使いやすそうですよね。このマイクも私が使ってるやつよりもちっちゃいので気になってます。今 DJI の Osmo Pocket 4あるか聞いてみたら、アメリカではまだ発売してないので手元にないって言ってました。多分中国とかがね先行発売してるのできっとまだないのかなと思います。でもこういうイベントだからこそ置いといてほしい気はしますよね。一眼レフのカメラを持ってる人はサブレンズとしてタムロを使ってる人も多いんじゃないかなと思います。そして私の一番楽しみにしていたソニーです。一眼レフちゃんとカメラを始めてからずっとこのソニー1本で使ってるので、 Vlog とかカメラ初めて始める人とかに、特に写真よりも動画とか映像系を極めたいって人にはソニーめちゃくちゃおすすめです。テレビ業界でもソニーやっぱり使ってるところがすごく多い。ここにソニーのカメラで撮ったっていう映画だったり、ネットフリックスのショーだったりが載ってます。私の大好きな、将軍とかね、トップガンとか、あと最近の、ブリジャートンとか、この辺全部ソニーのカメラで撮ってたんですね。あとミッションインポッシブルもです。It will allow you to then use those PLY files created capturing those environments or objects. I think it's excellent. 私のカメラのレンズフィルターといえばの西ですね。この西さんもすごい有名です。Go for this one. It takes like 10 seconds to reset. Oh! Oh, that was so close. You can knock it in. You got this. Oh, that one's good. Oh! Oh my gosh! You won! Good job! Thank you. クレーンゲームでゲットしました T シャツと、クリーナーとワッペンとつけるやつですね。イエーイ。ここのホーリーランドの、マイクの会社でこのサイコロ回してこの帽子いただきました。アメリカですごい有名な大きい会社 B&H ですね。よく機材とか買う人で日本でね頼もうとすると海外から発注になってここの会社になることあるんじゃないかなと思います。でも本当に東京ビッグサイトみたいで大きなベニューにいろいろな企業がこう一つ一つブースを持って実際に触ってみて会社で買おうかどうか検討するみたいな感じですね。このセントラルの会場の左側はこんな感じでフードコートになってます。ここの PJY テックっていう、会社も私がね今このソニーの、カメラで使ってるこのストラップも、ここの会社のものです。すごい丈夫で取り外しもできるので結構ここのストラップ使ってる人多い気がします。こんな感じで種類もたくさんあってすごい使いやすいのでいいですよね。カメラリュックもたくさんあります。こちらは私がいつも編集ソフトでお世話になってる Adobe ですね。プレミアプロとライトルームプロを使ってるんですけど、1回ねやっぱり使っちゃうとなかなか他の編集ソフトには変えられないんですよね。 You have Creative Cloud Standard, which is the one that's for if you're not. So that's where we are. And this time, guardrails for the road. Or you don't want to just VO goes up to 8 seconds. I think Editing workspaces. While you're in edit mode, you click on the ここの会場がノースになります。ここにね Adobe の、大きいメインブースがあるのでちょっと覗いていきたいと思います。おー、発見しました。めっちゃ大きい。Save them, customize them. I have this style that I like right here. ここの会場の隣にスターバックスがあってすごい並んでます。ここはウエストのベニューです。全然やっぱり会場によって違いますね。 IT テックがメインのベニューなのかな。はい、ということで今ナブショーのセントラルホール見学してきました。ソニーだったり DJI だったりキヤノン、ニコン、本当にいろいろな日本の企業が集まってて、ほとんどが私の知らない会社だったんですけどすごく
映像の撮影だったりの面で勉強になったし、Adobe のね勉強会みたいなものにも参加させてもらったんですけど、知らなかったこととかもうすでにやってることもあったんですけど勉強になったので、これからの撮影の編集に生かしたいなと思います。ということで一旦ホテルに戻ります。ではこのベガスループでウエストホールまで戻って、そこからホテルまで歩きます。このコンベンションセンター間はね無料で行き来できます。今ホテルに戻ってきて、フードコートにあるアサイー気になってたので、ここで注文してお部屋で食べたいと思います。アサイーボール注文しました。めっちゃ美味しそうです。最近ちょっとアメリカンなフードばっかりなので、お昼はアサイーにします。はい、ということで今お部屋に戻ってきました。さっき買ったアサイーいただきます。これもうなんか山盛りで、下まで刺すと上が崩れそうで怖いですね。甘すぎなくてちょうどいい美味しさ。なんか量多そうに見えるんですけど、アサイーボールだったら全然いけちゃいます。きっと私、下のアサイーはサラサラしてるテクスチャーで、あんまりなんかこっくりしてないので、飲み物感覚で食べれちゃいます。You're supposed to be able to deduct. Bob's Burger Shop.ラスベガス4日目、今日の朝食はここで食べます。メニューはこんな感じです。私はアボカドトーストを頼みます。やば。アイスラテがなかったのでコールドプレスのオレンジジュースにしました。あんまりねコールドプレスのオレンジないので、しかも2層になってるの見えますか？アボカドトーストとコールドプレスオレンジジュースです。ということでいただきます。皆さんおはようございます。ともかです。今日はラスベガス旅行4日目になります。朝ごはん食べて、午前中は NAB に行ってきて、午後からは今回オプショナルツアーって言ってもバスの乗り降りが自由にできるオプションを KKday で予約しました。ハワイとかであるような観光トロリーみたいなイメージだとちょっと分かりやすいかもしれないんですけど、ホップオンホップオフって言って、好きなところで乗り降り自由なバスになります。で今回は1日券を予約したので、一旦は、お昼のね明るい時間帯の、ラスベガスの街並みをちょっと一周ぐるっとしてみようかなって思います。本当にこのホテル周辺が基本的に私の行動範囲になってて、あとはストリップの通りしかあんまり歩いてないので、このバスでねちょっと一周してみようかなと思います。夜もね乗れたら乗りたいんですけど、夜はオールドラスベガスっていうダウンタウンの方にちょっと行ってみたいなと思ってるので、夜のねまたラスベガスの様子もちょっとお届けしたいと思います。今日も天気がすごくいいですね。ラスベガス2日目はすごい曇りで天気があまり良くなかったんですけど、そっちの方が珍しいぐらいで、晴れてることの方がほとんどですね。今からバスに乗ってきます。すごいよく見える。日に焼けそうだけどいろいろ周遊してくれるということで行ってきます。ホテルの目の前にビッグバスのバスストップがありました。ここで待ってたらバスが来て乗り降り自由ということで、バスストップの一つが私の泊まっているコンラッドの目の前にあります。こんな感じでビッグバスツアーズっていうアプリがあるので、これをダウンロードしておくと今バスがねどこを走ってるかっていうのが確認できるので、私のホテルが今ここなんですけど、この6番に来る1個前のバスが今ここを走ってて、これが4、5で行くのかな。なんでこの今動いてるバスが5番に来たら、さっき確認してきたバスストップに向かおうと思います。
で今回はこの KKday で予約してるので、このねアプリで予約した、QR コードを見せて乗れると思います。一応こんな感じでねバウチャーが届くので、このバウチャーの QR コードを見せて乗り降りできると思ってます。今ホテルのロビーでバスを待ってるんですけど、今1時ぐらいでチェックインにこんなに並んでます。結構待ちそうですね。スタッフの方3人しかいないので。やっと来ました。Alright, welcome back. Don't worry about it. Hello, how you doing? I have to scan that and print out your ticket, okay? Yes. How you doing? I'm good. How are you? I'm doing fine. Okay. Thank you. You're welcome. Welcome aboard. And thank you so much. 2階に行きましょう。We can't leave Resorts World without delving back into Frank Lefty Rosenthal's supervision because using the casino as a front. これ The 夜絶 FBI 対 were on 最 the case 高。 though. 事前にこのバスのアプリをダウンロードしておけば、Wi-Fi がつながるし、リアルタイムでいろいろね案内が流れるんですけど、ここの英語かスペイン語で選択できます。今ふと思ったんですけど、なんかこの感じめっちゃハワイのトロリーバス乗ってる感覚になります。 Work is underway to transform the Mirage into a new music lover's paradise, the Hard Rock Hotel. These construction boom, with resorts all trying to outdo each other with outrageous shows and attractions to draw more people in. It's The upscale Forum Shops at Caesar's Palace, which opened in 1992, features over 150 high-end boutiques, chanting, dancing fountains, which perform captivating water shows in the lake in front of shooting up to 460 feet high, with nearly 4,800 lights. 47 stories of pure extravagance, with the rare distinction of being a casino-free hotel in Vegas. Head to the Sky Bar for stunning views of the Strip and a sophisticated cocktail experience. This is the New York Hotel and Casino. So if you were wondering why there's a model of the Brooklyn Bridge hanging out on the Strip, that's why. It opened in 1997. 29 feet. That's 47 stories high, compared to the original's 102 stories. The Vegas version is in the front of each hotel. Come inside and explore. It's the strongest. すごい。本当にスフィンクスとピラミッドがいます。Of $950 million on the site of the former state-of-the-art Allegiant Stadium. Raiders were looking for a new home, and that's when Las Vegas stepped into the game, building the incredible Allegiant Stadium. ハリウッドサインじゃなくてラスベガスサイン。 But it would be nice. このサインで降りても待ってるところがないですね、これ。 Our drivers 近くで love having 次のバス待とうと思ったけど、歩くのも結構次のとこまで遠い。 It houses hundreds of machines and is a great low-stakes alternative to casinos. The year 2028. To Vegas, we will have a baseball team. These days it's listed on the Registry of Historic Places. And you can get an Elvis or to the driver or giving it directly to them. 今バス降りました。すごいもうすでに楽しい。あのバスは45分に1本走ってるみたいです。次ね2時45分ぐらいに来るよって言ってました。まあ確認できるんですけどね、アプリで。なんで今からちょっとこの中心街のニューヨークの前にあるM&M's とかね行ってみたいと思います。やばい、偽物のミッキーたちいる。怖い。有名な M&M's です。いとこがハネムーンでラスベガス来た時ここのお土産買ってきてくれました。そうなんかここの M&M's はこうやってパーソナル with your M&M's で写真みたいな感じで作れるらしいです。すごいチョコレートの匂いめっちゃする。すご
かわいいステッカーとピンズがありました。すごいかわいい。こういうピンズで11ドルですね。上行ってみましょうか。1954年からの歴史があるんですね。わあ、すごい、たくさん色がある。これはみんなやりますね。すごい。この辺の色味好きだ。なんか味違うのかな、全部色が違うだけ。あ、でも待って、ピーナッツ、あ、すごい、なんかやっぱ違う。レモンメレンゲパイだって。こっちがチェリーチョコレートカップケーキ、ハニーローステッド、ピーカンナッツバタージェリー。なんかもう日本で見たことない味ばっかり。すごい、買ってみようかな。あ、これすごい、イースターだ。4月だからイースターバージョンがあります。このロマンスミックスってどんな味なんだろう。マーメイドミックス、ミスティカル、ラスベガス。これはカラー、いろんなカラーが入ってるからか。すごい、スキットルズもある。こんな感じでカップに入れて持って帰ることもできるんだ。このサイズで22ドルで、これは量り売りなのでこのオンスでだいたい決まりますね。でここで重さを測って確認できます。ここに書いてありました。ピーナッツ、ツリーナッツ、ミルク、ソイ、ウィート、グルテン。ではこれをやろうと思います。あ、これジップロックになってるんだ。ここがどれから入れてこうかな。このイースター気になりますね。こうやってちょっとずつ入れていきます。次ちょっとこのレモンメレンゲパイ気になる。あ、入れすぎた。次は何やりたい。ピーナッツバタージェリー。ジェリーってことだよね。違うかな。お、今結構なんだろう、重さを感じるぐらいになってきました。これで今 200g いってないぐらい。あ、上にオンス書いてあって、今で6オンス。もうこれで13ドルぐらいいっちゃう。みんなどんだけ買ってんの。すごい。そういうのも食べたいからピーナッツじゃなくてミルクがいいな。あ、やばい、入れすぎた。じゃあこれでフィニッシュします。これでは重さじゃーん、8オンスぐらいなのでちょうど14ドルぐらいですね。これここを押したら開くのでこんな感じで出てくるんですね。これ欲しいな。これに別にこの穴の大きさだったら飴とかでも別にいいですもんね。これお土産に良さそう。7ドルでこれ買って入れるんですね、きっと。チョコレート違うかな。これは入れてここをね押したらくるくるって多分ここから出てくるんですね。これも出てくるのか。これもかわいい。なんか物入れにできそう。これ2つで35ドルって書いてありますね。お土産とかにすごい良さそう。これめっちゃ可愛くないですか。20ドルだ。 19.99。 ちょっと一旦次3階行ってみよう。3階がきっと自分の写真で作れる M&M's かもしれないですね。あ、待って、4階まである。すごい。てかこのクッションかわいい。気持ちいいしすごい大きい。ここ4階建てでした。わー、なんか大きい車が飾られてる。なんか M&M's とは関係なさそうですけど、ここのブランドのチョコなのかな。待って、このピンズめっちゃ可愛い。 M&M's のチョコが出てます。これで14ドルもする。デザインはオン M's、 こっちですね。すごい、ラスベガスのマークと M's が一緒に。可愛い。あ、すごい。なるほどね。ここで自分のが作れるのか。スーパーとかによく売ってるこのぐらいの大きさの M&M's が、4つで14ドルなんで1個4ドルなんですよね。でこれよりもさっき私がやったやつの方がいろいろな種類を試せるんですけど、量的には多分これ2つ分ぐらいかな。もうちょっとこっちの方がやっぱり高いですけど、いろいろ試せるんでね、これを買います。チョコレートだけ買いました。グッズとかは特に買わなかったんでね、円安だからやっぱり。でこれで 15.9 いくらだったかな、消費税込みで。
だから2000円ぐらいですよね、日本円だったら。でもせっかく来たんで、ぜひ皆さんもラスベガス来たら M&M's 立ち寄ってみてください。多分ニューヨークにもあるんですけど、ラスベガスにもあるので、ぜひ。まさかのラスベガスに ABC ストアーズがありました。 ABC といったらハワイですよね。ちょっと見てみます。ラスベガス限定キティちゃんいるじゃん、かわいい。もうハワイと同じ価格ですね、ラスベガスキティ。ちなみにこっちには私が持ってるやつで、しかもなんか目がキラキラしてる人魚もいる。ハワイって書いてあるし、がっつりもうハワイじゃなくても買えちゃうじゃんって感じですね。ちなみにこの辺はラスベガスとキティちゃんのコラボのキーホルダーたち。これはちょっと大きめのラスベガスとコラボしてるキーホルダーたち。でも可愛いです。この辺はマグネットかな。待って、この辺とかハワイで買えちゃうじゃんっていうものが売ってます。でもやっぱり値段はちょっと高いかな。ハワイじゃないから 9.99 ドルですね。 ABC なんて本当にたくさんお土産が売ってます。でも多分他のところよりはちょっと高い気がします。そしてハワイのものも買えちゃいます。では続いてここのね、コカ・コーラストアに行きます。ここ世界のいろいろな種類のコカ・コーラ飲めるって見たんですよね。本当に飲めるのかな。早速コカ・コーラのキャラクターが。コーラのキャップかわいい。これはコーラのマグネットです。5ドルで買えちゃう。かわいい。あ、すごい。英語、韓国語、中国語で書いてある。いろんな種類のコーラ。これも面白いな。8ドル。洋服とかめっちゃ売ってます。日本語で爽やかテイスティーコカ・コーラって書いてある。登録商標。面白。この辺はコカ・コーラのブランド。スプライトとかダイエットコークとかですね。これ何？マグネットめっちゃかわいい。あ、これは買う。これ一目惚れした。このコカ・コーラバスのもかわいいし、めっちゃたくさんある種類。わー、無難にこのキラッキラのコカ・コーラのラスベガスも超かわいい。これで8ドルです。これ何？すごいたくさんあるけど、これリップクリームかも。やばー、面白すぎる。洋服とかに貼るやつ。こっちがステッカーですね。こっちはピンズかな。かわいい。ピンもコカ・コーラいいですね。これで7ドル。めっちゃかわいいコカ・コーラグッズがたくさん見て、これアイマスクふわふわだし、すごいキーチェーンがたくさん。ではちょっと上に行ってみます。コカ・コーラの大きなオブジェがあって、ドリンク系コップだったりとかが売られてます。試飲できるんじゃない？あ、これだ。14 sparkling and still beverages from around the world。 全部試すので30ドル、8種類試すので16ドルですね。フロリダディズニーでは全部無料だったのに。めっちゃ可愛いコカ・コーラのエアポッツケース。すごい。10ドルって安くないですか？普通ケースもっと高いですよね。コカ・コーラでマグネット買いました。日本と違ってバッグは有料じゃないので普通にくれます。M&M's の前の、このマーシャルズに行ってみたいと思います。すごい品揃え豊富で、アメリカでね、安く物買いたいっていう人とかすごいおすすめです。たまに掘り出し物でブランドとかあったりします。ここのお店も、ワシントン DC にもあるんですけど、すごい可愛いのでおすすめです。ヨガウェア系かなということで、今この辺の観光が終わってパリのホテルとかベネチアの雰囲気のホテルのところまで歩いていこうかなって思ったんですけど、毎日2万歩近く歩いてて、本当にもう足が痛すぎるので、このね、さっき乗ったバスに乗って行こうかなって思ったんですけど、今もうすぐ4時で、このバスね、ここを出発する最終が4時なんですよ。だからもうこれに乗ってホテルの方まで向かっちゃおうかなと思います。じゃないとね、ウーバー使わなきゃいけなくなっちゃう。歩くとそのベネチアっぽいエリアから40分ぐらいホテルまでかかるので、普段だったら歩くんですけど、もうちょっとバスに乗りたいのと、なんていうかな、上の方にバスで行ってないので、
こう結局は戻るときはそっちの方を通ってホテルまで戻るので、多分5時近くなっちゃうんじゃないかな、ホテルに着くのが。だからちょっともう最後のバスからのラスベガスの昼のねビューをちょっと楽しんで、ホテルの中のカフェに行こうかなと思います。さっきもらったこのバスチケットなんですけど、24時間使えるんですね、1日じゃなくて。だから明日の1時28分まで使えます。やったー。今バス来て乗ろうと思ったら、ガイドさんみたいな人が運転手さんに何時に出発するって確認してて、4時15分っていうことなので、アプリには4時って書いてあるんですけど、出発はね4時15分になります。多分15分休憩かな。もうちょっと日差しが強すぎて暑いので日陰で待ちます。一応1階にもこんな感じで座るところがありますが、2階に行きます。今日焼け止め塗ってて気づいたんですけど、すごい爪の周りの指がカッサカサでした。多分もうこの辺やっぱり砂漠地帯だからか、本当に空気がドライすぎてやばいです。冬じゃないのにハンドクリーム必須ですね。あと日焼け止め何回も今塗り直してるんですけど、絶対焼けてる。ホテルからこっち側のねシティ側に来るときは一番前に座ったんですけど、これ全然多分後ろの方がいいです。こうワイドにね景色が見れるから、2階に乗る人は後ろ側に乗ることをお勧めします。意外とスーパーちょこちょこありますね。パンドラもあります。Largest casino on the Vegas Strip. The original site was occupied by the Three Coins Motel. ウェスティンホテルです。But construction was delayed due to the pandemic. You could also head over to the famous Bellagio. 見てください、ここにテスラステーションがあります。Head to Harrah's Hotel and Casino's Carnival. 来年にはどのくらい住んでますかね。ベネチアン。お、鳥がいる。Properties on the Strip was built in 2007, making the Venetian resort the largest in America. For Steve Wynn purchased the Desert Inn. 2023年に確かできたのかな。比較的多分一番この中だったら新しいんじゃないかなと思います。Vegas stars have performed here. Frank Sinatra, Dean Martin, Marlena Dietrich, and May in 1964, the Beatles even famously stayed in room number 2344. Downtown is where all the action happens. And it's making a cool comeback. These days, this is a hit place with plenty to offer. It's got a Vegas vibe all of its own. すごいなんかオールドラスベガスって言われてるエリアらしいんですけど、もう建物も低いしキラキラしてないし、なんかこっちの方がなんかラスベガスっていうよりもロサンゼルスとかそっちの方の街並みな感じがします。あ、もしかしてここ？わあ、すごい。わあ、すごい、ここ通るんだ。わー、すごい。Fremont Street is where neon signs and casinos first appeared in Vegas, as it was the city's first Golden Nugget. ゴールデンナゲットっていうホテルなんですね。あ、本当だ。ラスベガスで一番古いカジノがあるらしいです。ジェームス・ボンドの映画「ダイヤモンドはフォーエバー」っていう映画の中で出てきたホテルみたいです。We'll see the tallest observation tower in the United States. This is the Strat Tower, 1,149 feet. This is Stop 6. ここのお土産屋さんめっちゃ大きいですね。すごい有名なお土産屋さんみたいです。ここはサーカスです。 He owns the Circus Circus Hotel and Casino on our right and Treasure Island Hotel and Casino. He also owns half of the Trump International Las Vegas Hotel. やっと戻ってきました。一周してないのに1時間かかりました。はい、ということでホップオンホップバスの、バスツアーに乗ってきました。今ホテルに戻ってきたんですけど、想像以上にめちゃくちゃ楽しかったです。バスの中でラジオが流れるんですけど、ラスベガスの歴史を聞きながら、あ、ここの建物っていつできたんだとか、どんな歴史があるんだっていうのを聞いて楽しみながら参加することができました。ラスベガス初めての人とかは
すごいおすすめだし、2回目の人も多分歴史知らない人とかもいると思うし、こんなホテルがこんなところにあるんだっていうのもすごいね楽しいので、ぜひ乗ってみてください。しかもこのワンデーパスを購入すると、ワンデーパスとは言っても24時間乗れるバスなので、実質今日私1時半に乗ったんですけど、明日の1時半まで乗ることができるので、すごい便利だなって思いました。しかもラスベガスってもう常に暑いので、歩いても全然いいんですけど、こういうバスに乗れるとすごい便利だなと思います。ということで、ぜひ皆さんも購入してみてください。ということで、今ホテルに戻ってきて、今日お昼何も食べてなくて、夜ご飯までちょっとね時間があるので、ここでタイガーシュガーっていうのかなを買って、お部屋にちょっと一旦戻ります。メニューはこんな感じで、5番にしようかなって思ったんですけど、ティー4とちょっと迷いますね。タイガーシュガーのバブルティー買いました。今日の夜ご飯は、ずっと食べたかったインナーアウトに行きます。東では食べれないので食べたくなっちゃいますね。イエーイ、インナーアウト、ダブルダブル、チーズバーガー、ハンバーガー、フレンチフライ。ドリンクはここから自分で入れるスタイルです。そしてピンクレモネードも普通のと右側のライトとアイスティーがあります。こんな感じでピクルスも自分でよそえます。これがラスベガスで人気のドリンクですね。アルコールなんですけど、お酒、なんかスムージーみたいなお酒です。甘そう。 Ooh, that must taste amazing. 夜はやっぱり綺麗ですね。皆さんおはようございます。今日はラスベガス5日目です。今からベガスループで、ウィンホテルに行って朝食を食べたいと思います。ウィンホテル到着しました。ここめちゃくちゃグレードの高いホテルなんで、朝食どんな感じか超楽しみです。もうなんかホテル内の装飾全部がゴージャスすぎる。数日前に歩いてないところを今歩いてるんですけど、それでもめちゃくちゃ感じます。到着しました。テラスポイントカフェ。
メニューはこんな感じで、私はベーコンアボカドオムレットを頼もうと思います。このアボカドトーストにもしようかなと思ったんですけど、ちょっと口コミ見たらレート低かったので、あとみんな結構オムレツ頼んでる人多かったので、多分ここはオムレツが美味しいのかもしれないです。これがデザートメニューです。そしてアイスラテを頼みました。それでは朝食いただきます。11時チェックアウトします。結構やっぱりチェックアウトの時間重なるので並んでます。I can tell you're the type of girl that's got good things to say. Got a big bright heart that could match your eyes like stars up in outer space. And that's why I'm gonna